皆さんこんにちは、サバです。ゆきちゃんです。いつもチャンネル登録本当にどうもありがとうございます。大変励みになっております。本日は金曜日、ゆきちゃんワンダフルダイエットにお邪魔してまいりました。サバちゃんよろしくお願いいたします。前半部分は間食について、そして後半部分は今あるものに気づくです。それでは早速参りましょう。ゆきちゃん、この間食はもう皆様のダイエットをする人以前の問題で永遠の課題なんですけれども、どうぞストレートに聞きます。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。そうですよね。維持するのにも間食はね必要ないと思うんですが、痩せようと思っている人はさらに間食をとっていると全然痩せることができません。なぜかわかります？なんでしょう。やっぱりね、食事は3回ぐらいで十分です。ちなみにゆきちゃんは1日どんな感じで食べ物系はこう絡んできてるんでしょうか？食事の時間、はい、時間。朝食はだいたい10時ぐらいに軽く食べて、お昼が違うな、朝食食べてないです。抜いてるんですね。抜いてるつもりないけど今考えたら食べてないなと。じゃあ最初朝起きて目覚めのご飯は何時ぐらいでしょう？10時です。何をお食べになってるんでしょう？普通に400キロカロリー弁当を食べています。楽ですよね。料理できない派なので、料理できる人ならねこう自分で作ればいいんですけど、ゆきちゃんの場合は自分のタイミングで食べたいのでお弁当を活用しております。第2回目は近くの流房がありますので、流房に行って好きなものをどれにしようかなとスーパーでございます。はい、それで行って食べます。ちょっとこう内地の人から言うと成城石井みたいな感じです。そこまでじゃないないですかね。ないですかね。じゃあこのテーマである間食はどこで？間食はですね、普通の人だったら夕食前のちょっとした時間になんか口寂しいなっていう時に取りがちなんですけど、そこで食べるとですねやっぱり太るんですよ。なるほど。これは何を食べても結構太りやすくはなると思います。じゃあ、ちょっといやらしい質問なんだけど、間食はなさってるんですか？します。毎日はでもしないです。毎日してたら多分また元の通りに太っていきます。立派にリバウンドすると思います。じゃあ何を召し上がってるんでしょう、その不定期な間食は？不定期な、どうしてもですねやっぱ食べたい時ってあるじゃないですか。そういう時に食べれるものとして一番のおすすめ、卵。ゆで卵鋭いですね。卵はこう炒めてる、それともゆで卵？それもね時間めんどくさいので電子レンジでチンです。そっちなんですね。溶いて、チーズ入れて、電子レンジに2分入れたらチンみたいな、形なんですね。最高。オールタンパク質みたいなね。満たされますか？はい。それで腹持ちいいんですよ、タンパク質なので。確かに量的には大したことないんですけど、やっぱ満足感は高いと思います。ぜひちょっと間食で何を食べようかって思ってる方々、卵ちょっとキーワードで。もう一つありますよ。どうぞ。はい。ナッツとか食物繊維系ですね。オートミールとかっていう人もいるんですけど、ゆきちゃん的にはナッツ類をちょっとおすすめします。どうでしょうか。間食ってすごく悪いイメージもあるんだけれども、いい間食って言ったら変なんだけど、そんなにこうダイエット中も影響を及ぼさない間食ってありますか？あとはなんだっけ、発酵食品とかもいいみたいですね。納豆とか。おお、すぐ出た。そう。それはちょっと細かいんですけど、タレなしですか？ごめんなさい、入れない方がいいのは分かってるんですけど、ゆきちゃんは入れます。それはご飯つけずにそのまま。納豆だけ。もしくは得意のやっぱり卵を皿にかけるみたいな。言ってもやっぱりタンパク質を取るようにしています。キーワードはじゃああれですね、タンパク質ですね。もし間食を取るなら。いやでももうちょっといやらしい質問。そんなんじゃ耐えれません、ゆきちゃん。甘いもの食べたいんです。そう来ると思ってました。はい。譲れないけど、最大限譲ってプロテインバーとかチョコレートでできたあれしっかりもうチョコレートなのでカロリーはしっかりあるんですけど、変なの食べるよりはこっちの方がまだいいと思う。例えばですよ、ごめんなさいね、ちょっと今日のサバちゃんちょっと攻撃的なんですけど、いややっぱりさ、
一回ガツッと食べたい時あるじゃないですか。いや俗に言うチートデイ的な部分、あれはどうなってるんですか、ゆきちゃんの中で。それはねまたあります。その気分の時、どうしても発散できない時にチートデイってあると思うんですけど、その時はもう潔く、吐くまで食べれと食べてるんですね。それはもうあれダメこれダメ、これの方がマシかな、関係ない関係ない、今一番食べたいものを吐くほど食べれって言ってます。もう一旦ね、もうそんなにざわざわしてる脳だったらもう耐えられない。言うこと聞かないですこの子足りないって甘やかしてるから言うこと聞かないんです。もう一回自由にさせてくれってこう脳が指令しました。ガガガガガッといくんですね。いくよ。この時は得意の柿の種なんですね。でそのガッといった翌朝どんな感じになっていらっしゃるんですか。やっぱりね脳みそがねすっきりしてるんですよね、翌日とかはね、だって昨日食べたもんみたいな。引きずらないようにしてるんですね。ここでプチンと終わらせるって明日からはリセットされた頭で生きていくので大丈夫です。ゆきちゃん的なこの間食に対するもうやっぱこうやってこうテーマに持ってくるぐらいなんで、もう一言だけ視聴者の方に言いたいことは何でしょうか。食べるなら吐くまで食べろだそうでございますちなみにサバちゃんも間食は、します。もう本当に辛い時、なんかお腹入れないとしんどい時入れないっていうかこう絶食してるイメージしてますけど、そうじゃないんですけど、時系列でいうとやっぱ朝は私はやっぱり濃いめのホットコーヒーを飲んでて、そうですね。で固形物はもうなるべく入れてないんですけど、朝はね、ただ娘ちゃんのこれよく皆さんあると思うお弁当の残りのおかずをちょっとこうつまむ。でホットコーヒーがやっぱり一番落ち着くんで、ちょっと朝はそんな感じですね。で晩は私はなくって、サバちゃんはだいたい夕方4時ぐらいまでにだいたい470カロリー最近ほらお店行くと全部カロリーチェックできる、あれはね絶対やった方がいいと思うんですよね。カロリーチェックを見て500いかないようにいつも。だからもうお店の人から多分嫌だと思う。こうやってずっと見ててね変な女がいるなと全然決めれない人だからね。そうなんです。でそれで落ち着かして、だけどさっきおっしゃったもっと食べたいなっていう時がやっぱりママ友の楽しいランチ会とかはやっぱり美味しいんでね食べます。実際私がこういうなんていうかな YouTube をしてる知ってるママ友たちがこんなに食べていいのって言うんですけど実はその後、サバちゃんは16時間水以外取らないんですよね。もうこれはもう開けるっていうかもう普段あんま食べてないんでなんていうかな辛いんですよ、これ以上こう食べるのが。みたいなそんな感じにもう自分をこう作っちゃったっていうのかな、ペースで作れると思うんですけど、でどうしてもそれでもやっぱり400カロリー後半の食べ物って言っても耐えられない時はさっきのゆきちゃんの話じゃないですけど、サバちゃんは卵をスクランブルエッグにして食べてます、油つけずに。もしくは以前もお伝えしたんですけどサバちゃんはカニカマスーパーで一生分食べたぐらいカニカマを食べてます。よく飽きないよね本当にね。で最後やっぱり今日もちょっと収録でゆきちゃんがびっくりしてたんですけど、今日エンダーっていうねとってもこの沖縄 B 級グルメの中でも高カロリーなハンバーガー屋さんなんですけど、朝集合してトーストはもう習慣なんですよね。バターもジャムも何もいりませんって言ったら「大丈夫かこいつ」って思われてたんですけど、言ってる意味分かってるみたいなパンはねほとんど食べないんですけど、ただもう焼くだけ。トーストのみ。でもこれもやっぱりね習慣化ができて、習慣化やっぱりできない人って多いと思うので、そこから後半部分少しだけお時間来てるんで長々と喋ったんですけど、今あるものに気づくって一体何気づくんだサバって思われますね。気づく。それはやっぱりもう大事なのは足るを知る。足るっていうのはなんていうのかな、足りるを知るっていうことで、足って書いて足るを知る、直訳すると
足りていることを知ろうよっていうことなんですつまり満たされてないっていうね、このマイナス的な気持ちじゃなく、今目の前にある、すでに自分の中にある、もう小さなことでもこの豊かさあると思うんですよ。小さな幸せあるね。まずこの足るっていう部分を知る、やっぱりそれを大切にすることができると思うんでね、そこからまた回路が広がっていくんではないでしょうか。キーワードは何かって言ったら足りるを知る。なるほどね。やっぱり足りていることを知ると、やはり豊かな気持ち、もう大なり小なり全然潮が広がっていくと思うので、なるほど。また不定期ですけどどこかでサバちゃんお邪魔するかと思います。邪魔だと思ったら言ってねそれではご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。